はい、座禅10年、ヨガ3年、ライターの高山です。過去に、十数本、こちらの、ヨガ教師の塩沢健一先生と、瞑想と、呼吸について、動画を撮ってきました。で、こちらの、塩沢先生、この書籍ですね、原書のヨガ、これ、もうすぐ2年になりますかね、2021年の4月に、初めての著書だったんですけど、原書のヨガ出されまして、で、この中で、解説している、呼吸と瞑想についての話を、抜粋というか、この本を手引きに、過去十数本動画を撮りました。で、ちょっとまた話を、進めていきたいんですけども、その前には、過去取った呼吸と瞑想についての、まとめというかおさらいをちょっと一度しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずその、塩沢先生が、こちらの書籍で、も書かれてるんですけど、瞑想と呼吸の関係、そのヨガにおける、瞑想と呼吸の関係ですね。それの一番の基本というか原則が、息が静まれば心が静まる。なので、呼吸を静めることで、心を静めるのが瞑想の目的であるということですね。で、じゃあどうやって息を沈めるのかっていうところで、呼吸に意識を向けていく。でその時に息を吸って吐いて吸って吐いてっていうところに意識を向けていくのが一般的なやり方だと思うんですけども、塩沢先生は呼吸は吸うと吐くだけでできていないという、吸った後に、止まるところがあって、吐いた後に止まるところがあって、その止まるを意識するのがすごく大事だというお話をされてますね。でその息が止まったところっていうのが、純粋意識という状態、これが瞑想で目指していく意識状態ってことになるわけですね。で、その純粋意識っていうのは、普段も常にその純粋意識はみんなその中にはいるんですよね。ただ普段の日常的な意識がノイズになってかき消されてしまって、それが見えなくなっている。そうです。でその瞑想で息が止まった時はその純粋意識が見えやすくなるというか、そういう解釈でいいんですか？その時が、心と体の息と、心の様子が、呼吸にそのまま映っている、現れていますので、ですから心がどうなっているかというよりも、まず息がどうなっているかを見たことで、心がどうなっているかと全く同じことです。そしてどっちかっていうと、両方ともデリケートだけど、息を扱っていく方が分かりやすい。で吸って止まってるな、吐いてまた止まってるな、その止まってるなってところを、に意識をちゃんと向ける、その止まってるなって状態にとどまる、馴染んでいくみたいな。ですから息ってこれ一番大事なところですが、今言ったように、吸って吐いてで成り立ってなくて、この一瞬の止まりで方向が変わってまた次の息になり、この一度止まったところでまた次の息になるので、ブランコの一瞬の停止によく似ていて、それがない限り息って成り立たないんですよね。これが一番大事なことで、吸う息と吐く息で成り立っていることはありえない。そのブランコに例えられたんですけど、吸って止まって吐いて止まってっていう、
動きの起こりとこう動きの終了の、はい、そこの時点を呼吸で大事にしている。そうです、はい、でそれがない限り狂乱状態であって、その2つのが大事で、この行ったり来たりしてるよりもっとこれがない限り呼吸が成り立たないっていうとっても大事なポイントが停止があると思います。で、今、ブランコに例えられたんですけど、こちらの本の中では波に例えてるんですね。それは同じことって考えていいんですよね。全く同じです。でこちらの本ではその波のこう山と谷みたいな感じで、こう吸ってこう頂点まで来て止まって、入ってそこまで降りて止まってまた蘇ってくるわけですね、ここから。その感じをちょっとですね、吸って止まって吐いて止まるってどういう感じかっていうのをちょっと手のジェスチャーをつけて、今のどういう感じか、私の息でやってみます。吸って止まって吐いて止まる。こうなってますね。なるほど。で、これはでもみんなこういう状態、呼吸ってこういう状態ってことですよね。そうです。誰でも、その波の形とかスピードは違うにしても、基本はもう吸って止まって、吐いて止まって、これが我々の万人の基本パターンですよね。で、瞑想で呼吸に意識を向けていくんですけど、その止まるのところに意識を向けるっていうのが盲点だと思うんですよね。そこがあまりみんな知られてないというか、あんまりそこを重視してなくて、でもその止まるを意識するのがすごく大事で、その止まるを意識するとその瞑想が上達っていう言い方がその適切かは分かんないんですけど、早く上達するというか、瞑想状態がよりはっきり味わえる。わかりますね。当然ですね。その感覚、その隙間がとっても大事だと思います。なんで座禅やってる人とか、瞑想もいろんな瞑想があると思うんですけど、どんな座禅の流派であっても、どんな瞑想のスタイルであっても、これ共通してるってことですね。共通してます。なんで皆さん自分がやってる瞑想の方法に当てはめて、その吸って止まってるな、吐いて止まってるな、その止まってるなをちょっと今まで以上に意識してみると当然ですね。良くなる。良くなります。それが呼吸の4つの姿だからです。それに感じることが呼吸に意識が行き渡るっていうことなので。で瞑想の経験者はその自分のやってる瞑想に今のその吸う止まる吐く止まるを当てはめてみる。でやったことがない人もその息吸って止まってるな、吐いて止まってるなってところを意識していくと、それは瞑想になってるっていうことですね。それは呼吸に意識が行き渡ってるっていう意味だからです。ただ吸ってるな吐いてるなでは呼吸に意識が行き渡ってるとは言い難いわけです。その止まってるとこもちゃんと意識に入ってた時自分の息を感じ取ってる、意識が行き渡ってるってとっても大事なポイントだと思いますよ。それで最初のうちは何ですかね、まず自分がどういう呼吸をしているかっていうことに無自覚な人がほとんどだと思うんで、まずは目つむった方がやりやすいんですかね。そうですね。軽く半分ぐらい目つむった状態で吸ってるな、止まってるな、吐いてるな、止まってるなっていうのを意識して、でその自分がどれぐらいの長さの呼吸をしてるかっていうのを、まず知ることが大事かなと。まずどんな息してるのかなっていう気づきだけでも、とてもいいですよ。それからこうしたらもっと落ち着くなってパターンが出てきたら、それに乗っていけばいいです。そしてさっきこうしたのは実は形から言うと吸って止まって
吐いて止まってだったらこういう曲線になるかもしれませんが、感覚としてはこういう形になります。そしてカクカクしてないってことですね。してません。こうなだらかな山と谷ってことですね。そうです。それからどの域でもこの2つのポイントに行くときにゆっくりになります。自然に。ですから慌ててここに近づくと本当にゆっくりになるんです、息って。それからそこから出てきてまたずーっと来てまた下の方にの頂点に行くとまたゆっくりになりますので、同じスピードじゃないんだなっていう気づきも。こう吸うにしても吐くにしても、止まるに近づくにつれてゆっくりになりますってことですね。でこういう曲線で感じていいんじゃないかなって思うわけです。